こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回はアメリカ合衆国のニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか一緒に見ていくのだ。アメリカ合衆国は北アメリカ大陸の広大な地域に位置する国なのだ。首都はワシントン DC で東海岸にあるのだよ。1776年にイギリスから独立し、世界で初めての民主主義国家として誕生したのだ。政治体制は大統領が国家元首を務める連邦共和制を採用しているのだよ。人口は約 3.3 億人と言われ、多様な民族と文化が息づく国なのだ。自由と個性を重んじる精神が社会のあちこちに根付いているのだよ。経済では IT 産業やエンターテイメント、農業、製造業など多岐にわたる分野で世界をリードしているのだ。ハリウッド映画やポップミュージックは世界中で親しまれているのだよ。最近では AI 技術や宇宙開発といった最先端分野で世界を牽引しているのだ。文化的な多様性を尊重する動きもますます注目されているのだよ。一つ目のニュースなのだ。トランプ氏、洪水被災のテキサスへ、これは厳しい、という記事なのだ。テキサス州が先週の壊滅的な洪水に見舞われ、トランプ大統領が現地を訪問したのだ。この洪水で120人が命を落とし、160人が行方不明という大変な事態になっているのだ。トランプ大統領は、被害の大きさに、こんなひどいものは見たことがない、と衝撃を受けた様子で、連邦政府がテキサスを全力で支援する、と約束したのだ。また、現場で奮闘する消防士や警察、ボランティアの皆さんを信じられないくらい素晴らしい仕事をしている、と称賛したのだ。しかし、民主党からは、大統領の国家気象局への予算削減が洪水警報の遅れにつながったのではないかという批判も出ているのだ。これに対し、トランプ大統領は警報システムについて質問した記者に悪質な質問だと激しく反論したのだ。FEMA 連邦緊急事態管理庁の対応の遅れが報じられているけれど、ホワイトハウスは FEMA には十分な資金があると強調しているのだ。一方で国土安全保障長官のクリスティ・ノーム氏は FEMA を現在の形では廃止すべきと提言しているのだ。メラニア夫人も同行し、亡くなった少女たちを悼むブレスレットをつけて被災者へ深い哀悼の意を表したのだ。全米が被災地の皆さんと共に悲しんでいるという気持ちが伝えられたのだ。被災地の皆さんが早く元の生活に戻れるよう支援が続いているのだ。二つ目のニュースなのだ。子供インフルエンサーの過去、長年の苦悩に、という記事なのだ。昔の子供インフルエンサー、ロザリー・アイシテッドさんが、幼い頃の辛い経験を語ってくれたのだ。彼女は、ロザリーのダイナー、という家族のビジネスで、ソーシャルメディアがない時代から、子供インフルエンサーのように扱われ、顔写真が宣伝に使われたり、客のために不適切な冗談を言わされたりしたのだ。この経験が原因で、ロザリーさんは心的外傷後ストレス障害、PTSD になり、家族とも疎遠になってしまったのだ。彼女のお母さんは、客の前では笑顔で、裏ではロザリーさんを放置することもあったのだ。ロザリーさんは、誰も助けてくれないと感じていたらしいのだ。でも、今は TIKTOK を通して自分の話を共有し、過去を乗り越え、癒しを得ているのだ。彼女の動画を見た人たちの中には、同じように苦しんだ経験を持つ人がたくさんいて、ロザリーさんの話が彼らの癒しにもなっているのだ。ロザリーさんは、今の子供インフルエンサーたちが、若い頃から注目を浴びて家族の収入源になることのリスクを心配しているのだ。フロリダ大学の法律教授ステイシー・スタインバーグさんも、デジタル社会では子供たちが将来、幼い頃のデジタル履歴に直面することや、
悪意のある人々との接触、あるいは大人になってから共有された情報に恥ずかしさを感じる可能性があると指摘しているのだ。子供たちが商品ではなく人間として成長できる環境を守ることがとっても大切だとロザリーさんは伝えているのだ。親は子供を搾取せず、しっかりと保護してあげてほしいのだ。なぜなら、一度有名になると、その注目を追い求めるあまり、自分自身をすり減らしてしまうからなのだ。3つ目のニュースなのだ。テキサス洪水の実態とキャンプ、ミスティックの危険性という記事なのだ。テキサス州中部で、この前の独立記念日の週末にひどい洪水が発生したのだ。なんと120人以上が亡くなって、まだ160人以上が行方不明なのだ。特に、たくさんの子供たちが犠牲になったキャンプ、ミスティックは危険な場所に立っていたのだ。この洪水は、熱帯性暴風雨バリーから来た湿った空気が上空の低気圧とぶつかって動かなくなり、大雨を降らせたのが原因なのだ。グアダルーペ川流域は鉄砲水多発地帯と呼ばれていて、岩だらけの地形と水が染み込みにくい石灰岩の地質が一気に水を押し流してしまうのだ。川の水位はたった数時間でたった30センチメートルから10エム以上にも急上昇したらしいのだ。キャンプミスティックは川と支流に挟まれた場所にあり、過去にも同様の被害があった危険な地域に指定されていたのだ。洪水が起きた時、電力も止まってしまって、多くの女の子たちが流されてしまったのだ。鉄砲水は、実はアメリカで一番多くの命を奪っている自然災害らしいのだ。たった15センチメートルの水でも人を転ばせてしまうし、水の力は想像を絶するのだ。当局は、もう生存者を見つけるのは難しいって言っているのだ。これからはどうやって住民に警報を確実に届けるかとか、避難計画をどう改善していくかとか、たくさんの課題があるのだ。天気の予測が完璧でも行動につながらなきゃ意味がないのだ。みんなで協力して二度とこんな悲劇が起きないようにしなきゃいけないのだ。4つ目のニュースなのだ。移民取り締まりで農場労働者死亡、200人逮捕、抗議デモも、という記事なのだ。カリフォルニア州のカンナビス農場で起きた移民摘発で、農作業員が1人亡くなったのだ。この摘発は7月10日にあり、200人もの移民が逮捕され、数百人の人々が抗議に集まったのだ。全米農業労働者組合、UFW によると、亡くなった方は摘発中に負傷したのだ。国土安全保障省 DHS は、この農場で未成年が危険な状態で働かされ、搾取や人身売買の可能性もあると主張しているなのだ。一方、UFW は農作業に未成年が関わるのは珍しくなく、基本的な児童労働法から除外されていると反論し、子供たちの拘束や国外追放は解決にならないと訴えているなのだ。摘発されたグラスハウス、ファームズは、故意に雇用法を破ったことはなく、未成年も雇っていないと述べているのだ。会社は摘発に協力し、逮捕された作業員には法的支援を提供しているなのだ。この摘発は、トランプ前大統領の政権時代から強化された大規模強制送還キャンペーンの中でも特に大規模だったのだ。抗議活動中には、車両が損壊されたり、銃が発砲された事件も報告されているのだ。FBI が捜査中で、情報提供には報奨金が出るとのことなのだ。また、摘発では重傷者も出て、8人が病院に運ばれたのだ。アメリカ市民権を持つ農作業員でさえ、摘発の様子を撮影した写真や動画を携帯電話から削除させられてから解放されたと、UFW は報告しているなのだ。5つ目のニュースなのだ。チャポの息子、シナロア、カルテル麻薬組織ボスで有罪、$8000万没収、という記事なのだ。みんな、聞いてほしいのだ。あの悪名高い麻薬王チャポの息子、オビディオ、グスマン、ロペスが、ついに連邦裁判所で有罪を認めたのだ。
彼は父親の麻薬密売組織で重要な役割を果たし、エル・チャポ逮捕後はチャピトスという凶悪な派閥を率いていたのだ。オビディオは麻薬密売だけでなく殺人計画にも関わっていたことを認めたのだ。特にアメリカで多くの死者を出しているフェンタニルの密売を指揮していたのだ。彼の逮捕と有罪答弁は激しいカルテル抗争が続くメキシコでシナロアカルテル全体へのさらなる捜査の道を開くかもしれないと期待されているのだ。裁判では彼は終身刑になる可能性があり、$8000万、日本円で約125億円もの資産を没収されるかもしれないのだ。エル・チャポの弁護士だった彼の弁護士はメキシコの政治的な腐敗をちらつかせているのだ。専門家さんたちは今回の有罪答弁がカルテルに一時的な混乱を与えるけれど、麻薬の流れを完全に止めるのは難しいと考えているのだ。それでもアメリカの検察官さんたちは今回の件をシナロアカルテルの終焉の始まりだと期待しているのだ。残りのチャピトスの兄弟たちも逃亡しているか、すでに逮捕されて裁判を待っているのだ。カルテルの未来はこれからどうなるのか、スンダモンも気になるのだ。アメリカは最先端を行く自由な国だけど、今回のニュースで洪水や子供インフルエンサーの問題、移民、麻薬カルテルと大きな課題も抱えているのが分かったのだ。それでも困っている人を救けようとみんなで頑張っているのだね。多様な文化が息づくこの国がもっと平和でみんなが安心して暮らせる場所になるよう、スンダモンも応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。